皆さんこんにちは、ときまるです。今日は禅から学ぶミニマリズム12の基本ルールっていうことで、禅とミニマリズムの関係性について話していきたいと思います。なんとなくね、ミニマリズムと禅っていうのは結構つながりがあるんじゃないかなって思ってる方いると思うんですけど、で、実際にそれはじゃあどういうところが似ているのかなとか、どういうところから学べるんだろうかっていうのを今日は具体的に紐解いていきたいと思います。自分は禅僧ではないんですけど、子供の頃から割とその仏教、家が仏教だったっていうこともあって、そういうちょっと仏教系のお話とかを聞く機会が昔から多かったです。でもね、ちょっと変わった家でですね、幼稚園か小学校ぐらいまではクリスチャンの幼稚園に行ってたんですよ。だからなんて言うんだろう。結構ハイブリッドでやってきたというか、日本特有だと思うんですけど、先祖の墓は、お寺にありながら、でもクリスマスとかそういう行事の時は教会に行ってお祈りをして、ワインとパンをもらうみたいな。僕は子供だったんでブドウジュースみたいなもんでしたけど、大人とかはパンとかワインをもらってちゃんとこうやってやるみたいなことが、ありましたね、で、ミニマリズムに入ってからの、禅のインスピレーションっていうのは、スティーブ・ジョブズとかから受けたところもあるけど、やっぱり金武宗信さんっていうね、方が書いている、持たない生き方っていう本があるんですけど、これがかなりね、どちらかというと禅の話ももうあるんだけども、捨てる、執着を手放す、みたいなところ。で、結構ミニマリズムについての関連性みたいなところが書かれていたので、これを結構初期の頃に読んでですね、で、自分のスタイルに取り入れるとこは取り入れてきたっていうふうな感じです。そういうふうに禅とかと全く関係ないような暮らしをしている人であっても、実は僕たちの身の回りにはものすごく禅的な考え方とか言葉が宿っているってことです。まずね、玄関っていうね、言葉。これも禅語です。でも普通に、今玄関って使うじゃないですか。これってでももともと禅から来た言葉だったりとか、あとは主人公とかですね。ヒロインのヒーローの主人公の方なんですけど、その主人公っていうのも、これ実は禅語です。で、そういう感じで意外と身の回りにそういうふうな禅から来た言葉とか生活習慣みたいなものが宿っていると。やっぱりアメリカっていうか世界中に禅を広めるきっかけとなったのが鈴木大拙さんですよね。これはもう、明らかに、日本文化というかそういうものを海外に持っていった一番最初の多分人だと思うんですけど、そういうところもありながら、やっぱアメリカとかで結構禅とミニマリズムってすごい結びつけて語られることって多いんですよ。で、アメリカ人のミニマリストのレオ・バボータさんっていう方がいるんですけど、この人は、多分、読んだことある方もいると思うんですけど、捨てる技術っていう本を書いてます。で、もともと結構ブロガーで、全ハビッツっていうね、ブログを運営していて、で、そこからのインスピレーションでいろいろ本を書いたりとか、禅のことをね、語ったりしてるんですけど、今日はちょっとブログをちょっと一部引用させてもらって、で、自分自身の考えをそこに含めて話していきたいなと思っています。で、参考書籍概要欄に貼っておきます。で、ティック・ナット・ハンっていうベトナムの禅僧がいるんですけど、思想家、活動家であり、詩人でもありみたいな、いろんなもう前層の枠にとどまらないような方ですよね、有名なね。で、そのティック・ナット・ハンが言っている言葉が、もう結構禅がどういうものであるかっていうのを一言で表していて、で、微笑んで呼吸をしてゆっくり進むっていうふうに言ってるんですよ。これがだから基本にあるっていうか、この言葉に結構濃縮されているなって感じはします。やっぱり詩人であるから、その言葉自体も結構少なく、私みたいにもうベラベラ喋らない。私はもうずっとベラベラ喋ってますけども、そういうふうに、本当に禅僧っていうか、ちゃんと禅を極めている人っていうのは、もう言葉少なく自分の言いたいこと。で、どういうものかっていうのを表現することができる。微笑んで呼吸をしてゆっくり進む。もう全部ここに含まれてるって感じです。で、やっぱり禅僧の生活っていうのは、もうそれ自体がミニマリズムの実践みたいなところがあって、で、今日はその中のですね、12の基本ルールっていうのを紹介していきたいと思います。はい、一つ目。一つ目は、一度に一つのことに集中するっていうこと。はい、一度に一つのことだけに集中するっていう。これ、できている人少ないと思うんですよね。今すごいマルチタスクじゃないですか。というか、そもそも、スマホ自体がマルチタスクなデバイスなので、その中で行ったり来たり、もうものすごい刺激が常にあるような状態。で、一つのタスクに集中できている人ってなかなかいないと思うんですよね。でも禅においては、それはやっぱりダメであって、で、一つのことに集中するってことが基本とされています。もう常にシングルタスク。例えば、水を注ぐときはただ水を注ぐだけ。食事をするときはただ食事をする。
で、食事中とか入浴中に他のことをやったりとか、複数の作業をまとめて片付けるっていうことはしてはいけないっていうふうにされています。で、禅の格言として歩くときは歩く、食べるときは食べるっていうふうによくね、教えられるみたいなんですけど、なかなかね、それができないと。やっぱりこう食事しながらなんかテレビ見たりとか映画見たりとか、YouTube 見たりとか、やっぱやってしまいがちですよね。自分も結構やってしまいがちです。もうなんか食事しながら、なんかこうライブ映像見てたりとか、やっぱあるので、やっぱそこをね、やっぱりそこをなんか一つのことだけに集中して一つのことを味わうっていう風にすると、もっとね、こう豊かになっていくのかなと思いますね。で、二つ目のルールは、ゆっくりと慎重に行うっていうことです。これ一番最初のティックナット班の言葉にゆっくり進むっていうのがありましたけど、もうとにかくゆっくり行うっていうこと、物事。焦らないってこと。なんかね、あまりその慎重になっちゃいけないみたいな気持ちは自分の中ではあるんですよ。ただ、やっぱりその呼吸に集中していると結構いろんな物事をゆったりと進めることができるなっていう風な感覚を、最近はここ2年ぐらいはですね、ヨガをやるようになってからできるようになってきました。だから歩く時とかもそうだし、なんかもう結構早足で歩いてるんだけど、精神はずっと落ち着いてるみたいな状態。なんか動きは結構早いんだけど、ゆっくり慎重に行ってるっていう風な感じですね。で、結構ね、僕ね、歩くの早いと思います。もうなんかもう、競歩してんのかなってぐらいに、もう結構街中をもうスタスタスタってね、もう歩いてって。一人競歩みたいなことをずっとやってるんですけどね。でもとにかく、早いです。歩くのは早い。ただ、慎重に行ってるっていうか、頭の中はすごく冷静で、なんか呼吸はすごくゆっくりしてるっていう感じです。呼吸も早まっちゃうと、やっぱりなんて言うんだろう、心拍数も上がって、結構焦ってる感じになってしまうんですよね。だからやっぱ常にその呼吸をゆったりとするっていうことが、いろんな動作をゆっくりと進めることにつながるのかなと思っています。で、なかなか全てのものにね、このゆっくりと慎重に行うっていうことがね、適用するのは難しいとは思うんですけどね。仕事中とかでさ、なんかすごくゆったりこうやってたら、お前何ゆったりやってんだって怒られますよね。早くやれよって、怒られちゃうんで、そこはね、やっぱ現代人っていうか、普通の社会生活を送っているとどうしても難しいところがあるなってこれはね、読んでいて思いますけど、でもその中で、相入れる部分っていうかね、取り入れられる部分は、ゆっくりと慎重にっていうのを常にこう、意識しておくと、ちょっとでも変わってくるんじゃないかなと思います。で、三つ目は、完全集中してやり遂げるっていうことです。はい。で、これはですね、マルチタスクをしないっていうことと結構つながるんですけど、もう完全集中して一つのことをやり遂げるっていうことですね。で、そしてから、やり遂げてから次のことに行くっていう感じです。で、その前走の生活では、その食事を作る順番とか道具とかが全て決められているので、もうちゃんとそれを使って洗って、ちゃんと整えてから、それから食事をするみたいな感じが、もうこうルールとしてね、決められているみたいなんですけど、そういうことで一つ一つをやっぱり終わらせてから次のことに取り掛かるっていうことが一つのルールになっているようですね。で、これはなんか自分のその生活においても結構使える部分はあるなと思っていて、例えば自分の場合だと、こういうふうに YouTube 撮ってますけど、YouTube の動画をなんか二つ合わせて進行するみたいなことは僕は基本的にないです。もう完全にもう撮り終わって、で、撮り終わったらもうそれを編集してそれをアップロードするみたいな感じ。で、そしてから次の動画に取り掛かるみたいな感じ。で、なるべくそのストックみたいなものも置かないようにしてるし、どうしてもね、こうストックしてる時もあったりはするんですけど、ただなるべくもう一つのことを終わらせて、完全に終わらせてから次のことに行くっていう方にした方が、なんか自分の中のそのリズムとかも整うし、なんかスムースに物事が回るような気がするんですよね。だから完全集中して次をやり遂げるってことはいろんなことに役立てられるかなと思いますね。はい。じゃあ4つ目のルールは、やることを減らすっていうことですね。はい。もうこれはもうまさにミニマリズムの感じですけど、やることを減らしていく。で、前走たちは、全くその怠惰な生活みたいなものを送ってるわけではなくて、もう早起きしてね。で、一日がもう、とにかく仕事でいっぱいだと。もうとにかくやることはものすごくあるんですよ。ただ、それがもう終わりのないタスクリストみたいな感じではなくて、すべてこう決められている。で、だから無理をしないし、飽和状態にならないってこと、タスクが。だからもうそれ以上は、決まったこと以上はやらないっていうことになっていると。だからそうすることによって、つまり一日のスケジュールの有限性とか、そういうタスクの有限を決めることによって、それぞれをきちんと、ゆっくりと慎重に、そして完璧にこなすことができるっていう風な考え方ですね。これはもう普通に考えてみれば、
まあ、よくわかりやすいことですよね。やっぱりそのやることがたくさんあるよりも、やることを減らしていった方が、一つ一つへのその完成度も高まるし、まあ、それが遊びであれば充実度も高まっていくと。ね、なんかその、まあ、こう食事行って、ボーリング行って、カラオケ行って、テニス行って、そこからなんか温泉行ってみたいな感じになるとさ、もうすごい何やってるかわかんないって感じになるじゃないですか。でもなんか、もうこれ一つだけを楽しむっていう感じで、なんか山奥のね、本当秘境に温泉に入りに行くっていう風な、それだけを目的としていくと、充実度が上がったりするんですよ。それは。で、私も過去に旅の動画いろいろ上げてますけど、この間の草津とかね、それはもう温泉だけの旅だったりとか、あとはよくやるのは、松本ですね。長野の方にもう蕎麦だけを食べに行く旅。蕎麦を食べて自分が蕎麦になるっていう風な旅をやってたりとか、なんかそういう結構何か一点集中型にするのは結構好きで。で、結局楽しいんですよ。その一つにしてもなんか物足りないなって思うかもしれないんですけど、その一つにあえて物事を集中させることによって、そこから入っていって突き抜けられて、また周りに広がっていくんですよね。なんか一つのことに集中することによってそこから派生的にそこに深みが出てくるし、面白みみたいな新たな発見とか気づきとかも出てきたりとか、で、それで結果的に自分の旅とか行動の充実度が上がるってことが起きます。だからそういう意味でもね、やることを減らしていくっていうのはいいですね。増やすよりも減らしていく。これはもう物でも基本ですね。だからまあ物だけではなくて増やすよりも減らしていくってことを予定とか物事にも適用していくと自分の人生の QOL が上がっていくのかなと思っています。で、ルール5つ目は物事の間に余裕を持たせるっていうことです。これはつまり余白ですね。余白を物事に持たせるっていうことですね。で、一つ前のdo less、やることを減らすっていうこととつながることではあるんですけど、そのやることを減らすっていうのは、例えば1日のやることが10個っていうことを5個にするっていうことなんですけど、このね、今回のその間に余裕を持たせるっていうのは、詰めすぎないってことですね。そのタスクとタスクの間を詰めすぎないとか、余裕を持って行動するってことになると思います。簡単に言えば。だからよくほら、いろんな場所に移動するスケジュールが入るような日、なんか打ち合わせをここでやって、また次ここで撮影をしてとかってね、よくありますけど、そういう時に、やっぱりそのカツカツにしていると、どっかが遅れた時に支障が出るんですよね。次の予定とかに。で、それでうわっとなって、そこで一気にそのストレスとか、自分のその体とかの負荷が上がってしまうと。で、物事を減らすことによって余裕が生まれるので、その生まれた余白をあえて埋めに行かないっていうことなんですよ。空間は空間として残しておくってことです。まるでこの部屋のようにね、私の部屋のように。だから何も置かない。ここで、置こうと思えば、もうソファーを置いて、ローテーブルを置いて、なんかちょっと薄型のブラウン管テレビとかかけたりして、で、よくミニマリストの人たちが使っているルンバを置いて掃除させて、で、上にはなんかプロジェクターと電気を兼ねたやつを壁に投影して、みたいなことできますけど、やろうと思えば。でも僕やらないんですよ、あえてね。で、やらないことによって、この場所がホワイトボックス化して、スタジオにもなるし、こういうふうに、喋ることもできるし、ヨガやったりとか、ライブ配信したりとか、あとこういうふうななんか、こうやってなんかスパイダーみたいなゲームをこうみんなとやったりとかね。一回もやったことないですけど。あとここでみんなで鍋パーティーしたりとかね。一回もやったことないですけど。いろんなことができるようになるっていう感じです。余白が大事ってことですね。物事の間に余裕を持たせるっていうことです。はい。はい、生活のルール6つ目。これは儀式を持つっていうことです。はい。儀式って言ってもこうやってなんか薪とかでうわーってやるような儀式じゃなくていいんですよ。それはもう儀式って言ってますけど、儀式っていうのは本当にもうささやかなこと。それはもう食事から始まるようなことです。で、前奏はその食事とか掃除とか瞑想とか、そういういろんなことをいろんな儀式を持っていると。もっと言えば、そのあらゆることを儀式的に行うっていうことでもあると思いますね、これは。で、その儀式性を持たせることによって物事をゆったりとゆっくりと行うことができるみたいなところにもつながってくるっていうことですね。で、この儀式を作るっていうのはもう自分のやりたいことっていうか、ささやかなことで本当に良くて、例えば食事の前に、ちょっと感謝するとかも儀式ですし、で、例えば寝る前にね、なんかキャンドルを焚いて本を読むとか、
なんかアロマを焚いてストレッチをするとかね。なんかそういうふうな、これはもう私はこれやるんだみたいなことをなんとなく、別にその明言しなくてもいいんで、なんか一つ決めておくと、それが儀式的になってうまく一日が終わったりとか、そしてまた新たないい一日のスタートが切れたりっていうことが起こってくると。なんか何でも構わない。なんかまあ自分の場合であれば、ネスカフェを飲むっていうことが一つの儀式になっているかもしれないし、なってますね、実際ね。なってるだろうし。で、朝の太陽礼拝、ヨガをやることも一つの自分の中ではちょっと儀式的なものだとして捉えています。ぜひ何もなんかやることないなっていう方は、なんか自分の中で一つね、なんか作ってみると、リズムが生まれてきて、いい感じに進んでいくと思います。はい。7つ目のルールは、ルーティーンを持つっていうことです。で、アメリカにね、サンフランシスコ禅センターみたいなものを設立して、禅を広めた鈴木俊龍さんっていう方がいるんですけど、で、スティーブ・ジョブズの、いわゆる師匠みたいな、感じの人です。で、その人が、禅とは、ある種の興奮ではなく、日常のルーティーンに集中することだっていうふうな言葉を残しています。もうその毎回のその瞬発的な興奮ではなくて、日常のルーティーンに集中することこそが禅であるっていうことですね。で、禅僧っていうのは、一日の中で、さっきも話しましたけど、もう特定のもう時間が決められていて、やることが決まっていると。で、入浴とか、仕事、掃除、そして食事とかですね。そういうものが全て決まっていて、定期的に行われるようになっているっていうことです。で、ルーティンっていうのは作るものではなくて、結構自分のその生活の中から自然と生まれてくるものなんじゃないかなって思うんですよね。だからなんか無理やりだから、なんかランニングして筋トレしてやろうとか、なんか誰かがやってるとかやろうとかっていうのは、なかなかやっぱ続きにくいと。じゃあ、どうやってやるかというと、日常的な自分のその毎日の生活っていうのをもう一回見つめ直して、もう朝から晩までの自分の動きを全部書くんですよね。だからこれはもう誰にでもできることで、何時に起きて、じゃあご飯食べて、シャワー浴びて、で、そこから、なんか本読んだりして、そこから通勤してとか会社に行ってっていうのも、とにかく全部朝から書いてみると。で、それをこう毎日繰り返すことが一つのルーティーンになるんですけど、それを見て、一回見直してみるっていうことなんですよ。で、それが自分にとって不要なルーティーンと必要なルーティーンっていうのが、をもっと明確にできるっていうことなんですよね。これルーティーンがない人は。だからもうルーティーンっていうのはもうそもそもあって、それはもう自分が自然と何も考えずともやってしまうようなことみたいなのが多分誰にでもあると思うので、それをまず可視化して、で、そこで不要なものはどんどんやめていく。あと体に悪いとか、気分を害しているようなルーティンみたいなものはどんどん削っていく。で、いいルーティンを見極めて、残して、で、それをルーティンとして継続していくっていう風なやり方がいいかなと思いますね。だからこれは結構簡単ですね。一回やってしまえば、前奏がやってるような、そのルーティンっていうものを誰でも持つことができます。はい、生活のルール、8個目は、座禅の時間を持つっていうことです。これなかなか難しいですよね、これはね。座禅の時間持てって言われても、持てないですよね、我々は。で、前奏の生活においては、やっぱりその座禅は一日の中でも最も重要な時間というふうにされています。で、やっぱり毎日座禅のためだけの時間が設けられているっていうことは、すごいことですよね。だからそれがもうルーティンに組み込まれているっていうことなので、で、その座禅、つまりその瞑想の目的っていうのは、やっぱり今この瞬間、この時間に集中するっていうことであるってこと。だからつまり、これは自分の集中力を高められるものであれば、それが座禅みたいな感じで取り入れることができるんじゃないかなって思うんですよね。だからもう必ずしもその座禅をしなさいっていう感じではなくて、で、とにかくその集中できるものであればいいので、それはもう家事でもいいだろうし、皿洗いとかね、それを瞑想的にやるとか、あとは僕の場合だったらもうまさにその瞑想はしてますけど、瞑想とかヨガっていうものが一つの座禅的な時間にはなっていますけど、あとランニングとかもそうですね、結局。一つの走っていると、やっぱりその自分の走りとか呼吸とかにフォーカスしているような状態になるんで、いわゆる無心状態っていうのかな。なんか余計なことをいろいろ頭では考えてるんだけど、とにかくまた考えたら戻すっていうことをやって、走ることに集中するってことをやったりしています。だから今この瞬間に集中するっていうふうな活動であれば、どのようなものであっても、座禅的な活動になるかなと思いますので、自分の中、やっていることで探してみてはいかがでしょうか。はい、生活のルール9個目は、
笑顔で他者に奉仕するっていうことです。これなかなか難しいですよね。私以前に勝間和代さんのパロディやってますけど、なかなか笑顔が足りないってことを皆さんに言われて、なかなか笑顔っていうのは難しいんですよ、これは。笑うっていうのが。ね。だから、その笑顔で他者に奉仕するっていうのは、いかに難しいっていうことか。他者になんかいろいろ人助けとかボランティアとかする中でも、結構真顔の人いますよね、やっぱね。やっぱ笑顔でね、なんかボランティアとか活動するっていうのはなかなかこれ、できるものじゃない。やっぱトレーニングというか修行が必要なんだなって感じますね。で、前奏は基本的にはその寺院の中とか寺院の外の世界であっても、基本的に他者に対して奉仕するというふうな活動をしています。それがやっぱりその謙虚さの秘密でもあるし、で、人生が単なるその利己的なものではなくて、他者に貢献していくことによって、向上するもので貢献するために人生があるみたいな考え方ですね。そのレオのね、ブログでは、ボランティアに参加することも試してみてくださいみたいなことも書いてるんですけど、これ自分もね、結構ちょっと最近興味出てきているところではあるんですけど、これ身近なところで言うと、海外のね、インバウンドの方が最近多いですけど、日本、東京だけじゃなくて全国で、やっぱり私はなんか結構道聞かれることが多いんですよ、なぜか。なんか道尋ねられがちな顔してるのかわかんないけど、ものすごい道聞かれるんですよね。とか、あと電車の乗り方こっちどっちだみたいなこと聞かれたりして。で、僕はそれに嫌な顔せずにちゃんと答えるようにしてます。ちゃんと、生き方をね、水道橋は中央線のこの黄色に乗って、this way みたいな感じで、教えるようにしてますね、ちゃんとね。聞かれたことはね。だから本当にささやかですけど、それが自分にとっての一つのちょっとボランティア活動みたいな感じで、になっていますね。だからちょっとそれをちょっとね、一つ拡大させて、もうなんか一日中、ちょっと街中にいて、海外の観光客っていうか、インバウンドの人たちを助ける活動をやってみようかなって思ってるんですよね、最近ね。なんか、一日暇な日があったらフラッと行って、で、もうなんか、もう Can I help you? May I help you? つって、なんかもう英語の練習みたいな感じで、もうなんかずっと交通整理みたいなことを勝手にやるっていうね、ことをね、ちょっと、なんかそういうの楽しそうだなって思ったりしてます。実際来ている観光客にしてみたら、余計なお世話かもしれないですけど、はい、生活のルール10個目は、料理と掃除を瞑想化するっていうことです。で、これ、どういうことかというと、さっきの座禅ですね。座禅っていうテーマがあったと思うんですけど、座禅をするっていうね。それと同じようなことで、何かに集中するっていうことが、料理と掃除にも使えるっていうことです。で、やっぱりその前奏にとっては、その料理と掃除っていうのはもう一日の中で結構大事な行いっていう風に捉えられているようで、やっぱりそれ自体がそのマインドフルネスの実践。実践する機会だっていうことですね。なんか毎日やること、そして簡単だからこそ適当にやっちゃうってことって多いと思うんですよ。これもだからもう料理と掃除がそのね、大前提で、私はそれをやりたくないからこういうふうなミニマルの生活をしていると。これも前々から言ってますけどね、もうズボラであり、めんどくさがりであり、もう今世紀最大のめんどくさがりや、もう今世紀最大のズボラリスト、時村田中ですから、本当もう何もしたくないんですよ。だからもうこの空間もこんな風にしておいて、で、ささっと空拭きして水拭きして終わり。しかも手でね、自分の手でやるんですけど、なんかそういうものを、もちろん簡単にちゃちゃっとやってるんだけど、でも、なんかね、やるからにはちゃんとやろうっていう気になってますね。だからそのゴミっていうものをちゃんと狙って、掃除するようにしてるし、で、一回の空拭きで取れなかったら、ちゃんと水拭きでやるとか。で、なんかそういうのを取り掛かりの時は結構めんどくさいなって最初思うんですけど、実際もうやり始めたら一瞬で終わっちゃうんですよね。だからそれで、毎日続けられているし、結構自分の中でなんか儀式というかな。ヨガの練習前とか、撮影前とかに掃除をするんですけど、なんかそれが一つの儀式みたいに自分の中でなってて、で、それをやることによって、じゃあ次の行動とか、一日が始められるみたいな感じになっています、実際。だからそういうふうな簡単な料理とか、掃除こそ瞑想化してやってみるっていうことです。生活の基本ルール11個目。これは、何が必要かを考えるっていうことです。はい。で、前奏は基本的にものすごく少ない持ち物で生活をしています。自分もこれかなりインスピレーションを受けたんですけど、その先ほど紹介した金武宗信さんの本、持たない生き方の中で、実際にその持ち物が記されているんですけど、なんか一つのこういうふうな小さな箱ですね。
その中に自分の必要最低限のものだけが入っていると。で、それしか持つことを許されていないらしいんですよ。修行中は。で、その中には何が入っているかというと、手ぬぐいとか、あと歯ブラシ。で、自分の食事する道具ですね。で、それから多分、お茶碗だったかな。なんかそれくらい。あと、あと爪切りとかか。そういうものだけが入っているってことで、で、あと服もね、多分ね、1着か2着しか持ってないんですよ。もうその、寒いっていうね、もう作業着みたいなものをずっと着ていて、それを替え用で2つぐらい持ってんのかな。そんな感じ。で、場所ももう完全にスペースも決められていて、畳1畳分が寝るスペースっていう風に決められているみたいです。で、その1畳分で、柏布団っていうね、もうこう布団をこうやってこうかける、柏みたいな感じに、こう包み込まれるような感じで寝れるような布団があるんですけど、それで眠ると。だからそれだけのものしか持っていないと。だから今、あらゆる人が持っているような、その靴でいっぱいのクローゼットとか、ね、流行りの洋服とか、ガジェットとか、iPhone とか、テレビとか、車とか、そういうものもないし、で、もちろんその住居ね、住んでるスペースでさえ、基本的に共用部で生活をしながら、自分の寝るスペースは畳1畳分っていうね。で、僕は今65個の持ち物で暮らしているんですけど、全然不便じゃないんですよね。なんかよく不便ですかって聞かれたりするんですけど、全く不便じゃなくて。むしろなんかそれですごくいいサイズ感だなっていうか、自分のだけでコントロールできるような範囲で、生活をしていて、車も持ってないし、家も持っていないし、で、それだけで生活しているので、気にかけるものがないんですよね、ほとんどね。で、前奏がそういうふうな箱を持っているのと同じように、自分はそのバックパック一つに収まるものだけを持つっていうね。なんか、前からそれが来てるわけじゃないけども、なんか結果的にそうなっちゃってたっていうような感じですかね、自分の中では。だからもうなんか最近はあれだけにしてるし、でもなんか中に入れられるものを持つっていう風なこだわりっていうか、なんかそういうちょっと今、エンターテインメント性が自分の中でやっぱあるのは確かで、なんかその楽しみはあるんですよね。なんかその最低限のもの、バックパック、ワンバック、ワンライフの、生活をどこまでできるかっていうところが、結構自分の中でやっぱ結構、ゲームとしてあるので、なんかそこでもね、ちょうど心地よくて楽しいので、もっとね、続けていきたいなと思っています。はい。じゃあ生活のルール最後、12個目は、シンプルに生きるってことです。はい。これよくある言葉っていうか、よく聞いたことがあるような言葉ですけども、もう一回ね、改めて考えていきたいと思います。シンプルに生きるっていう。つまりその何かが必要だっていうふうな思い込みをまず捨てるっていうことですね。で、なくても大体生きていけるっていうこと。それがやっぱりそのシンプルさにつながっていくのかなと思っています。で、不要なものをどんどん削り取っていくと、やっぱりもう必要なものだけが残るので、それすらあればいいっていうか、どうなっても、それはそう人生になるんですけど、あってもなくてもね。で、そのシンプルに生きるために、必要なものっていうのは人それぞれ違うっていうことですね。だからいろんなミニマリズムのスタイルがありますけど、やっぱりその必要なものっていうのは本当に人によって違う。で、これはもう一人として同じっていうものはないでしょうね、多分ね。それはもう価値観とか、自分のその人生の、生活スタイルとかライフスタイルとか、仕事とか、あらゆることが関わってくるので、もう必要なものが全く同じだっていうのは結構奇跡的であって、なかなかやっぱそれはもうバラバラであるっていうこと。自分であればそのヨガとか、ランニングとか、ハイキングとか、撮影とか、カメラとか、あと音楽とか、なんかそういう結構ね、これは必要だっていうのがあったりしますし、で、あと読書。もう本も読みたいなとか、映画も見たいなみたいなものがあったりとか、まだ結構だからそういう意味では欲望にまみれてはいるんですけど、でもやっぱり人によって、いろいろ本当にその看護とかね、ボランティアとか、あと宗教が生きがいの人もいれば、漫画とか、漫画収集とか、なんかその、いろんなものを集めたりとかね、それが生きがいの人もいるでしょう。だから何が自分にとって重要かっていうのを改めてやっぱ考えてみるっていうことですね。もうこれはもう人に惑わされちゃいけないっていうか、もう自分の中で、静寂のうちに、無言のうちにやっていくことであり、で、それが結局シンプルに生きることにつながるっていうことです。複雑じゃないんですよね、人間っていうのは。もう寝て起きて、食べて排泄して、運動して、なんかそういう風にして季節が移り変わってどんどん時間が過ぎていくと。
ものすごくシンプルなんですよ。で、もう歩いてるとこれ気づくんですけど、山の中とかを一人で。なんかシンプルだなって。なんでそんなごちゃごちゃああいうので悩んでたんだろうみたいな。とかね、やっぱね、出てくると。で、やっぱそれを見つめ直すためには、やっぱり自分のやりたいこととかやることをもう一度見極めて、自分に必要なものだけを残していく。で、不要なものをどんどん減らしていくっていう。シンプルにしていく。とにかくシンプルにしていく。なんかね、やっぱその複雑にさせる罠ってあるんですよ。結構、仕事とかでもそうですけど、なんか本当にシンプルにこういうふうに一発返答すれば済むようなことを、なんかダラダラとね、ものすごい長い文章でこう説明して、で、それで相手の返事を待って、そしてまたそれをごちゃごちゃ考えて、それを送ってみたいな、なんかそういうことをやってるんですよね、一生ね。会社っていうのは大体そういう、無駄の極みみたいなもんですけども、組織っていうのは。でも、本当になんか一言とかで済むようなことばっかなんですよ。打ち合わせも実際その現場に行ってしなくても、メール一本とか LINE 一本で済むようなものばっかりだったりするし、で、もちろんそれが大事な人はそこにかけるっていうね、そこを集中して完璧にこなしてタスクとして終わらせていくみたいなことも大事だと思うんですけど、それが別に重要じゃないって。他に自分がやりたいことがあるとか大事なものがあるって方は、どんどんその無駄なものを排除していって、シンプルにしていく。とにかくそのシンプルに。何か迷ったりしたらもうシンプルにいくっていうことを考えれば、自分の人生っていうものもどんどんシンプル化されていきます。で、考えとか行動とか、で、好きなことを純粋に楽しめるようになっていくと思います。はい、ちょっと長くなりましたけど、今日は禅から学ぶミニマリズム12の基本ルールっていうことで話してきました。はい、ということで、この動画があなたのミニマリズムの実践の何かのヒントになれば幸いです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。